この給水器、初めのひと手間をしっかり加えてやるというちょっとしたことだけで、その後にずっと続く便利さが手に入る、他になかなか変わるものがないアイテムです。はい、どうもティーズガーデンの川中です。爬虫類用の人工飼料がにわかに盛り上がっているということで、この動画でもたびたび紹介しているわけなんですけども、やっぱり爬虫類、トカゲとかの主食といえば生き餌、コオロギ。まあ人工飼料と違ってそもそも食べる食べないの心配をしなくていいですからね。コオロギ食べないよっていうのは、もうそれは餌以外のところに根本的に原因があるんじゃねえのってことですから、まだまだ爬虫類飼育でコオロギを使う機会は多いわけです。しかしコオロギはとにかくよく死ぬ、臭い、まあ死ぬから臭いっていうのもあるんでしょうけど、で共食いする、どうやったらうまくキープできるのかなと困っていらっしゃる方も多いかと思います。ちなみにコオロギをうまく飼う時のポイントは、乾燥させる、それから水を十分飲ませる、さらに過密にしないで、適切な餌を与えると、このようにいくつかあって、なるべく多くのポイントを抑えるとコオロギをあまり死なせることなくキープすることができます。で、過密にしない方法とか、それから適切な餌って何をあげたらいいのっていうのは別の機会に説明するとしまして、この一見矛盾した2つのポイント、乾燥させつつ水を十分飲ませろ、どないせいっちゅうんじゃい。まずコオロギのケースの中を乾燥させるというのは、なるべく通気性のいいケースを使ってほしいです。閉めるとてきめんに病気が広がって死んだりとか匂いが出たりしますので、霧吹きはしなくていいです。いりません。ダメ、絶対。でも水は飲ませないといけないので、水が飲めないとこれまたすぐに死んじゃったりしますから、そうですね、例えば湿らせたティッシュをケースの中に置いておくと。これ毎日変えられる人ならいいんですけども、 2,3 日ほったらかすとね、ドロッドロに汚れてしまいます。汚れた水っていうのは当然それを飲んだコオロギにも良くないですから、あるいは野菜とか果物をあげるっていう方法もあるんですけど、農薬が気になります。無農薬っていう表示にもいろいろあるみたいですね。無農薬っていう、あくまで無農薬っていうカテゴリーで、その中で使っていい農薬みたいなもの、農薬ではない、言い方がちょっと難しいんですけど、いずれにせよ無農薬と書いているからといって昆虫に 100% 安全かっていうとどうもそうじゃないみたいなので、気にする人は気にする。ですので、何でもかんでも野菜でいいよとはちょっと言いにくい状況です。で、そんな時に便利なのがこれ、ピクタから発売されている生き物用自動給水器。これ宣伝して売れたからといって別に僕にマージンが入ってくるわけではありませんからあくまでいいと思ったものをいいという形で自分の思ったように紹介してるんですけども、コオロギの飼育の時に面倒な点っていうのがほぼ解決されてて、でこれを使うときれいな水が必要な分だけ出てくる。それから水を長い間取り替える必要がない。でこれ自体がきちんとメンテナンスすれば長時間使えます。僕ももうこれうちで使ってるやつなんですけど、3年ぐらいずっと使ってますが、定期的にきれいに洗って、でもう一度セットし直してっていうのを繰り返して、今でも現役です。全然劣化したりとか水漏れがあったりとかありません。でいいものではあるんですけども、使う前にきっちりと準備をしてあげる必要があります。でそこの準備を怠ると、水が漏れてしまったりとかっていうのはあるんですけども、といってもそんなに特殊な準備をするわけじゃないので、この手間だけ省かないようにということです。生き物用自動給水器、コオロギなどの餌昆虫に最適、
メンテナンスが格段に楽になります。特徴、水が漏れることなく紐が常に湿った状態をキープします。強度のある特殊繊維を使っているため、コオロギなどの強靭な顎を持つ昆虫にも噛み切られることはありません。紐を浮かせて使うので汚れにくく衛生的。使用にあたっては下記の使用方法を必ずお読みください。正しい使用方法をしないと水が漏れます。使用方法1、初めて使用するときのみ紐の基部、容器との境目を流水中で揉みほぐしてください。紐の癖を取り除き水漏れをなくすため。それではこれからコオロギ用給水器を使う前の準備をしていきます。説明書にもある通り、最初に紐をほぐしながら水で洗っていく必要があります。ここでしっかり時間をかけないと後々の水漏れにつながります。まあ十分すぎるほど揉み洗いしておくに越したことはないでしょう。紐はね、最初硬いんですけども、ほぐしていくうちに柔らかくなっていくのが分かります。で、この手順を得ればまず水漏れはしないということなんですけども、万が一ということがあるので、実際は使う前に一晩ぐらいちょっと試しに濡れてもいいところに置いておいて、水漏れがないかどうかをチェックした方がいいかもしれないですね。2、蓋を開けて水を入れ、きつく蓋を閉めてください。閉め方が緩いと水が漏れます。で、水を入れていきます。蓋をきつく閉めないと漏れるかもしれません。で、紐も緩んでいないかぐぐっと引っ張ってみて、でしっかりとセットされているようであれば OK です。付属のクリップを取り付けます。後で角度調整に使います。3、紐の基部と紐が平行または上がるようにクリップで調整してください。紐が基部より下がっていると水が漏れます。こういうことですかね。4、紐が汚れたら水をかけながら柔らかめのブラシでこすってください。水漏れが止まらない場合、蓋が緩い、紐の膨らみが足りない、つまりこれは紐をほぐして洗い足りていないということです。紐が下がっている場合に水漏れします。再度蓋のチェック、紐を揉みほぐす作業と紐の状態をクリップで調節してください。コオロギのケースには普通紙製の卵パックを入れます。これがコオロギの隠れ家になるだけではなくて、匂いや排泄物も吸い取ってくれるんですね。卵パック同士はきれいに重なってしまうので隙間ができません。それを抑えるために卵パックの間に段ボールを1枚挟むっていう方法もあります。こうすると空間がかなり有効に活用できます。いや、そんな面倒なこと現場でいちいちやってらんねえよっていう方は省略してもいいと思います。それで給水器をセットしてコオロギの餌を入れる。ここにコオロギたちを移していきます。卵パックの量はコオロギを入れる数によって増やしてください。あんまりね、高密度で買うと共食いしやすくなったり、あと蒸れて死にやすくなったりしますから、ホームセンターで売ってる安い木材と、あと網戸用の網、これで蓋を作りました。喉乾いてたんでしょうね。セットして10秒ごとに撮った写真がこちらです。あと気をつけるべきはこれですね。給水器の紐が卵パックに触れていると、そこから水がどんどん漏れ出していきます。これは水が漏れたというその給水器のせいではなくて、水を漏らしたってことですよね。まあやっぱり世の中便利になってきてますけども、いいものっていうのはいつの時代でもしっかりと下準備をしてあげてから使うっていうのが大事なんでしょうね。その他詳しい商品情報はピクタさんのホームページをチェックしてみてください。